皆さんこんにちは。今回は福島県高湯温泉にある秘湯宿ひげの家をご紹介します。高湯温泉は2021年じゃらん温泉地満足度ランキングで全国1位を獲得した素晴らしい温泉です。今回宿泊したお部屋、食事とともに特にお風呂をたっぷりとご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉を重視しており、露天風呂付きの客室や貸し切り風呂でなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見ていただければ宿の全体がわかるように構成していますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしてください。高湯温泉は400年以上の歴史を有し、全国有数の高濃度硫黄泉が楽しめる温泉です。東三連峰の中腹、阿武隈川沿いに自然湧出の源泉が10カ所あり、自然の地形の高低差を利用して引き用しています。温泉街のすべての施設で源泉 100% かけ流しを実現しており、源泉かけ流し宣言を宣言しています。今回泊まるのは高湯温泉のひげの家。1960年ひげさんが創業。日本人を守る会会員。2016年にリニューアルされ、露天風呂付きやテラス付き客室が新設されました。エントランスです。名前と、はい、はい、ありがとうございます。本日ご夕食6時のご用意になってまして、1階の会食場でご用意してます。はい、朝食は同じ会場で8時、はい、夕食が6時で朝は8時ですね。はい、チェックアウトが10時になっております。はい、今ご案内します。ゆっくりどうぞお待ちくださいます。では今正面に見えています紺色ののれん、こちらが、男湯になります。隣に赤色ののれんがございます。そちらが女湯になります。女性専用の露天風呂は女湯の中から案内板がすぐございますので、そこにドアがございます。開けていただくとすぐ露天風呂となります。男性の場合には正面右手奥に同じように案内板がございます。ドアを開けていただいてまっすぐお進みいただきますと、男性専用の露天風呂となります。一回男性の方出てっていう感じ。そうなんです。はい。正面左手奥に貸し切りの露天風呂がございます。入り口のところに札がございます。入浴中、空きどちらかになってますので、空きを確認してご利用ください。特に時間制限とか料金はいただいておりませんので、お時間大丈夫ですか。では本日のお部屋利休街にご案内いたします。はい。では本日のお部屋こちら利休街でございます。はい、それでは今回泊まりますひげの家利休梅というお部屋に入ってみたいと思います。鍵はこんな感じになってますね。入り口はこんな感じになっていますね。こちら側が、リビングというかお部屋になってまして、でこちらにこの辺に洗面があって、でその奥にトイレがあります。まずちょっとトイレの方ね見に行ってみますけれども、トイレはこんな感じですね。結構新しい感じのね、ウォシュレット付きのトイレになっています。それから洗面ですけれども、すごくシンプルな感じのね洗面になってまして、アメニティもねこの辺り、シャワーキャップ、ひげ剃り、歯ブラシという感じで、ドライヤーもありますけれども、かなりシンプルなね洗面になってるのかなという感じがします。
ではお部屋に入ってみたいと思います。でお部屋はこんな感じになっています。こちら側にね、小上がりのような畳の間がありまして、で基本的に床はフローリングになってて、でこちらにベッドがあるということになってますね。和洋室のようなそんな感じのお部屋になっています。でまずちょっと奥までね行ってみたいと思いますけれども、もうこの時点でね、このお部屋の売りであります露天風呂、もうすでに白いお湯がね見えてますけれども、ちょっと期待しながら行ってみたいと思います。それでね、もう窓を開けると硫黄のいい匂いがプーンとしてくるんですよね。もちろんね、お部屋にいる時も少しは匂いがするんですけれども、やっぱりね、お風呂を前にすると匂いが強くしてきます。で、お風呂はねこんな感じの、乳白色といいますか、白い色のねお湯で、手をこんな感じで入れてやるとね、もう白くなってくるという感じで、非常にいい雰囲気のねお湯になってます。でちょっと外をね見てみますと、こんな感じになってまして、山の景色がねこんな感じで見えて、少しあちら側を見ると、実はねずっと奥の方に福島市街が見えるんですよね。で結構こんな感じでこう山の傾斜があって、でこの辺りのね葉っぱがちょっと色づき始めてるような、そんな感じの木になってて、なかなかね紅葉の時期なんかはいいのかなという感じはします。でこちらを見ますと、源泉を汲み上げる装置だと思いますけれども、そういう感じのね装置のようなものが結構あの辺にもね、あとはこっちの下の方にもたくさん見えるんですよね。で下の方の川を見るとちょっと見えにくいんですけれども、川自体はもちろん普通の川なんですが、その脇からこんな感じでこう白い湯の花のような、そんな感じの白っぽい温泉が流れているのが見えます。でこちらのお風呂についてはね、また後で入ってみたいと思いますけれども、お風呂の前にはしっかりと洗い場があって、シャワーとシャンプーがしっかりと用意されています。でお風呂の手前にはこんな感じで泉質がね書かれてまして、pH が 2.7、 強酸性の硫黄泉と、非常に高濃度の硫黄泉ということで、かなり有名な温泉ということになりますね。泉温は50度になってまして、浴槽は42度程度になるようにね調整をされてるみたいですけれども、もちろん源泉かけ流し、源泉 100% かけ流しということになってますね。お部屋ですけれどもこんな感じになってまして、こちらにはねソファーがあって、ここから見る景色はねそれほど、山の景色とそういう感じになりますけれども、でテーブルがあって、お茶菓子がね用意されてますね。甘栗きららっていうお茶菓子と、あとこちらはコーヒーバッグですねが用意されてます。でこちら側にはテレビ、テレビは小さめのねテレビになってますけれども、上にはエアコンがあるということになってます。でお部屋でね Wi-Fi が使えます。これは嬉しいですよね。こんな山の中でもねしっかり Wi-Fi が使えるということで、Wi-Fi のねスピードは 5.2 と、それほど速いわけではないんですけれども、Wi-Fi が使えるだけでありがたいなという感じがします。でこちらはね小上がりのような畳敷きのスペースになってて、畳の広さとしてはね4畳半程度になりますけれども、こちらが配置図になってまして、こちらのひげの家はですね2016年に大幅にリニューアルされて、もともと全部で14部屋あったものが10部屋になって、でこちらの別館の方には露天風呂付きのお部屋、こちらのお部屋の利休梅というお部屋と、隣の二人静かというお部屋ですね、それから3階にはねテラス付きのお部屋、山帽子と夏椿という部屋が新たに作られたということになってます。ちなみにこちらのね3階の山帽子と夏椿は露天風呂はついていません。であと本館の方にはね、おそらくこれは元々のお部屋だと思いますけれども、6部屋あります。全体で10部屋の宿ということになります。ポットとねお茶のセットがねあります。でこちらには冷蔵庫がありますね。
冷蔵庫中身はねこんな感じになってますけれども、こちらはね有料になってます。冷蔵庫の中身はねこんな感じで有料になってますね。コーヒーカップがあります。でこちら側を見ますとベッドが2つ、大きさとしてはねセミダブルぐらいのベッドが2つありますね。こちらの、マットレスといいますか、下側は、シモンズ製のベッドということで、こちらもねリニューアルに伴って新しくなったのかなという感じがしますよね。でやはりねこちらからこう見える露天風呂の景色、なかなかいいですよね。でベッドサイドには、電話とランプがあるという感じになってますね。で枕も2つねついてますよね。こちらを見るとこちらにあるのがクローゼットで、こっちにはね布団が入ってるんですけれども、クローゼットだけちょっと見てみますね。クローゼットはこんな感じになってます。タオル、バスタオルとね、それからこれフェイスタオルですけれども、ヒゲの家という風になってますね。あとは浴衣とね陣羽織が置かれてます。で下には金庫があるという感じになってますね。ヒゲの家露天風呂付き客室リキューバイでしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお風呂に入ってみたいと思います。ちょっとね深めの浴槽ではあるんですけれども、源泉かけ流しなのにねお湯の温度非常にちょうどいいぐらいに調整されてますね。湯船自体は1人専用ぐらいのね大きさになってて、足を伸ばすとねちょうどこう反対側に届くような、そんな感じのお風呂になってますね。窓はねもちろんなくて、屋根はかかってはいますけれどもほぼ開放されていて、非常に開放感あっていい感じのお風呂ですね。それでねお風呂からのね景色ですけれども、山の景色というかねそんな感じの景色になりますけれども、で下を見下ろすとね川が流れていて、こんな感じで川の音が聞こえます。川にはね直接こちらのホテルからの温泉が流れてるみたいですけれども、それでちょっと川白く濁ってるんですよね。それもねやはり温泉地の川ということでなかなかいいのかなと。でこちらのお湯はね滝の湯と言われるような源泉を引いてまして、蛇口もありませんし加水もろ過もされていないと、 pH が 2.7 という、強酸性のね高濃度硫黄泉ということになってます。ツルツルしたりねピリピリしたりとかそういうお湯ではないんですけれども、この乳白色の色とね、それから硫黄の匂いがね本当に温泉らしくて非常に満足度の高いお湯になっていますね。こちらが貸切風呂の入り口ですね。星見台というふうに書いてますけども、こちらの貸切風呂はね空いていれば入れるということでちょっと行ってみたいと思います。結構急な階段をね降りていくんですけども、でこちらが露天風呂の星見風呂と書いてますね。隣の川はね結構白っぽい色をしてて、温泉が少し入ってるんでしょうね。でこんな感じですね。では中へ行ってみます。でこちらがね星見の湯ということになります。木でできたお風呂になってまして、でお湯はね乳白色で、それで上こんな感じで露天になってます。素晴らしいですね。でこちらから見るとね湯船があって川がこんな感じで流れてます。すごく景色といいますか、隣に川が流れててその川のせせらぎが聞こえると、
素晴らしいお風呂になってますね。でこちらからはね源泉が流れてて、加水をしたりね、水でぬるくしたりとか、そういった蛇口もありませんので、もう源泉 100% かけ流しということになってます。はい、それでは貸し切り露天風呂星見の湯入ってみたいと思います。ちょっとね色が白いのでゆっくりと入っています。いやー、これは素晴らしいですね。貸し切り風呂、家族風呂ですので、2、3人入れそうなぐらいのね、十分な広さの木の湯船と、それからね、奥の方には川が流れてて、川の音が聞こえて、上はこんな感じでほぼ完全にね、露天になっていて、でね、こちら洗い場はなくて、入るだけのね、お湯にはなっていますけれども、お湯がね、まさに乳白色、硫黄の匂いがねしっかりとして素晴らしいお湯になってます。こちらのお風呂はね泉気の湯という源泉を引いていて pH が 2.8 という強酸性の硫黄泉で、お湯の温度は 48.5 度とやや厚めではありますけれども、ただこういった形で露天になればねそれほど熱くなく非常に心地いい感じのねお風呂になってます。でこちら源泉が流れてきてて、源泉はやはりちょっと厚めではありますけれども、水をね薄めたりぬるくしたりするような蛇口もなくて、まさに源泉 100% かけ流しということになってます。こちらからお湯が出てこちらに流れて、でおそらくね川の色が白くなってますので、川に流れてるのかなという感じがしますね。透明な感じの源泉ですけれども、それが空気に触れてこんな感じの非常に綺麗なお湯になるということですよね。このお湯はねもう本当温泉好きにはたまらないと思いますね。最高のお風呂ですね。こちらがね男性の大浴場ということになってます。もともとねお部屋が10部屋しかありませんので、それほどね広いスペースにはなってないんですけれども、でお風呂ですね。お風呂はやっぱりね乳白色のね硫黄泉が満たされてまして、非常にいい雰囲気ですよね。木のお風呂で、5、6人入れるぐらいのねスペースはあるのかなという感じですよね。もともとね10部屋しかないということで、それほどたくさんの人が入ることは想定していないので、洗い場もね2つしかありませんし、全体のスペースとしては非常にまとまった感じのねお風呂になってますけれども、 pH2.7 の強酸性の硫黄泉ということで、こんな感じのね乳白色のお風呂が楽しめるということになってます。こちらが男性専用の大浴場滝の湯ということになります。で、ここ着替えスペースですけれども、もともとね10部屋しかありませんので、それほど大きなスペースにはなってませんけれども、でお湯はね高湯26番の滝の湯と、高濃度の硫黄泉になってまして、 pH は 2.8 で、泉温は51度ですけれども、浴槽には42度にね調整をされているということになってます。じゃあちょっと行ってみたいと思います。こちらが男性用の露天風呂ということになります。奥まで行ってみますと、こんな感じで上から川が流れてきて、でこちらにお風呂があると。この川とね
お風呂のコントラストが素晴らしいですよね。川の音が聞こえて、お風呂はこの乳白色の硫黄泉と、これは本当に素晴らしいと思います。女性の大浴場です。内湯です。ほぼ男性の内湯と対称の位置にあり、湯船やその周囲もほぼ同様です。源泉は1000基の湯で、男性の内湯と同様です。女性の露天風呂です。男性と異なり、浴室から直接露天風呂に出ることができます。基本的なレイアウトは男性の滝の湯と同様で、源泉も男性と同様滝の湯になっています。館内を散策します。こちらがフロント前のラウンジです。日本人を守る会の人ワインが売っていました。ひげの家のオリジナルの商品もありました。高湯温泉の湯めぐり御朱印帳です。外にテラスがあり、景色を一望できます。大浴場への通路には創業者のヒゲさんの写真が飾られています。本館の1階にある食堂です。こちらも朝夕の食事に利用されていました。本館の2階へ階段を上ります。こちらが本館2階のフロアです。奥には客室が6部屋あります。山下清氏のグラバー邸が飾られていました。はい、では今から夕食を食べに行ってきます。こちらが夕食のメニューですね。メインは黒毛和牛のしゃぶしゃぶかな。ソワベチキのクラシコでクラシ、はい、イタリアの食堂とかで結構置いてある。なるほど。すいません。こちらが前菜。水まかぶ、醤油漬け。ね、面白いね。ちょっととろっとしてて、カリカリ。やっぱ山菜が多いね。これが栗の素揚げね。これはどうやって食べるんだろう。割って食べるんだね、こうやってね。オクラとしその実おろしあえ。これがしそとおろしだね、これね。さつまいものレモン煮。かぶをね、菊の花みたいにしたってことね。面白いね。これが先漬け。焼きまいたけのずんだあえ。今日作りは、気仙沼産のカツヒラメとヒラメの縁側と、あとホタテ。ホタテの絵は北海道です。北海道。もちあいの塩焼きです。生落花生の塩茹でです。かぶりつき。わ、美味しい。ふわふわ。これは煮物だね。ニシンとか里芋とかかぼちゃですね。これニシン。お作り。ホタテですね。これがヒラメ。
でこれがヒラメの縁側。松茸小茶碗蒸し。これはうまい。電報焼きといって基本的に電報味噌っていう味噌を京都の白味噌30分ぐらいみりんとお酒とかちょっと入れて練って玉味噌っていう味噌を作ってそこにすりごまとかオイルとか混ぜて、最後味だしとかちょっと入れて味付けしたものを魚介にかけて焼いてます。これが電報焼き。多分しょっぱいんだろうね。味噌、豆腐、穴子、ズワイガニ、いろんなのが入ってんだ。ぜひありがとうございます。美味しい。さっぱりしてる。会津産のコシヒカリとおしんこ、中だしの味噌汁ね。あさりが入ってる。いちじくの羊羹って珍しいね。はい、それでは夜のお風呂に入ってみたいと思います。夜もねこんな感じで結構明るくライトアップされてまして、景色は見えないんですけれども結構上の方星が見えるんですよね。ですので、月が出ていたり星が見えたり、そんな感じのなかなかいいお風呂になってるのかなという感じがします。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食ですね。寄せ豆腐はこんな感じで火が入ってるね。はい、ありがとう。これが寄せ豆腐。すごい。寄せ豆腐。ふわふわだね。クリーミーな感じ。温泉卵。卵かけご飯にしていただきます。これはゼンマイかな。これはヨーグルト。パインとブルーベリーが入ってるね。2万5,000円の2はい名様、はいお子様は1万円。はい、
お飲み物をお確かめくださいませ。はい。お願いします。カードをどうぞ。カードを。はい、すみません。どうもお世話になります。ありがとうございます。